この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ようやく頭痛が引いてきた。意識が晴れていく。複雑に絡み合った意識がバトン交換するような感覚。俺はつい最近になって浅井と名乗る京介の存在を認識しつつあった。我が半身。魔王である俺が表立って活動していない時、浅井の京介は俺に加担するように動いているようだ。ならば誘拐計画はきっと成功する。さて、俺は携帯電話を操作する。相手は無論椿の家だ。通話はすぐに繋がった。警察に連絡していないだろうな。声色のある程度抑えられている自信はあるが、今回は万全を期して変声機を用いた。地声を分析されると厄介なことになる。今電話の向こうに、警察がいて逆探知を仕掛けている可能性もある。してません。本当か？はい、本当です。よし。そこで一度通話を切った。相手の言葉を真に受けるバカはいない。逆探知を成功させるには約3分の通話時間が必要だという知識があった。犯人から入電があると警察が NET の技術社員に連絡を入れ、椿の家を含むエリアを管轄する交換機の回線をチェックさせる。そしてあるスイッチの状態を確認することで発信者がかけている場所を特定する。通話時間の長さに応じてどのエリアからかけているのかといった大雑把な範囲から、特定の電話番号まで割り出せるようになる。さらに犯人が被害者の自宅と同じ管轄エリアから通話している場合なら回線の調査は短くて済む。遠距離からかけている場合は複数の交換機を巡らなきゃ、ならず、逆探知にかかる時間は伸びていく。だがそれは数年前までの話であって、今は電子交換機やデジタル交換機が増えてきて、これを経由する場合はどこからかけてきたのか瞬時に悟られてしまう。俺は最も安全と思われる策を取った。今俺は携帯電話からかけている。移動しながら通話している以上、たとえ場所を特定されても警察が急行してくる前に逃げられる場合がある。携帯電話そのものも飛ばしと呼ばれる使い捨てで使用者の確認などの意味だ。俺は再び椿家に、ダイヤルした。もしもし、庭です。今からあと2回電話する。その間にメモを用意しておけ。突然のことで、椿は気が動転しているんだろう。こちらからの質問は許さない。いいな。許さないって。ひろあきの声を聞かせてください。通話を切った。もし横に、刑事がいれば椿に通話を引き延ばしを指示しているはずだ。なぜ誘拐犯がご丁寧に被害者の質問などに答えてやらねばならないのか。とにかく場所を変えるとしよう。今の短い通話だけでこちらのエリアを特定されるとは思えないが、万に一つということもある。自宅付近までやってきた。ここまで来れば先ほどとは別の交換機が通話回線をつないでいることだろう。何にせよ警察の介入だけは避けなくては。俺は携帯電話を操作する。また椿の悲鳴が聞こえた。もしもし、ひろあきは無事なんですか？
質問は許さないと言ったはずだが、心配で仕方がないらしいな。身代金の受け渡し方法を指示する前にもう一度だけ聞きたい。俺はしつこいくらいに同じ質問を繰り返す。警察には連絡するな。警察が関与している気配でもあればすぐさま取引を中止する。当然弟は帰ってこない。わかるな？警察の深い意味、これは絶対の条件だった。ドラマや推理小説の誘拐犯はなぜ警察と戦おうとするのか。もちろんエンターテインメントとして話を盛り上げるためだ。しかし現実において、警察の手を逃れて身代金をせしめた誘拐犯は一人もいないのだ。誘拐ほど割に合わない犯罪はない。警察の影が見えれば即座に取引を中止する。そう決めていた。犯罪を成功させるのに最も重要なことは引き際を心得るということだ。警察には連絡していません。だから弟を返して。普通の叫びが耳をついた。もし嘘をついているのなら大した演技力だ。よろしい。では次の電話を待って。待って。歩きながら電話を切った。また場所を変えるとしよう。夜の海は静寂に包まれていた。そろそろ向こうもしびれを切らしている頃だろう。これが最後の確認だ。通話がつながると変声機を用いずに声色を変えていった。もしもし、三輪さんのお宅でしょうか？はい。私は捜査一課長の高野と申しますが、富田刑事をお願いできますか？間があった。俺は全神経を耳に集中させた。警察？どうされました？富田は被害者家族の担当としてそちらに回している女性刑事ですが。お父さん？慌ただしい、物音が聞こえる。お父さん、いつ警察に連絡したの？なんだって？何の話だ？そのやりとりに俺は満足した。椿の反応からしてとても刑事がそばにいるとは考えにくい。俺は再び変声機を使った。どうやら私の言いつけ通り警察には連絡していないようだな。少々お待ちくださいなどと言われたら弟を手にかけているところだった。警察が同僚を呼び出すのに誘拐事件の被害者宅に電話をかけるなどありえない。彼らは当然支給された携帯電話か無線を使用して連絡を取り合う。騙したんですね。よく考えればわかることだが、気が動転している人間相手には十分なトリックだった。今後もその心がけを忘れないことだ。もっともそろそろ届く品物を見れば警察を頼ろうなんて気は起きなくなるだろうがな。品物？椿は質問を無視する。さて、今から身代金の受け渡しについて説明する。メモの用意はいいか？逆探知の可能性がない以上、今はゆっくりと会話ができる。まず、身代金は株券で用意しよう。株券。株？明日の夕方までに5000万円を当日決済で株券に変えろ。5000万円分として5万株だ。銘柄は山王物産系列の白鳥建設だ。お前の通う学園の運営に金を出している会社だぞ。5万株安くね？白鳥建設株安くね？こんなもんけ？白鳥建設、はい。趣味が日記だ、というだけあってか、なかなかメモを取るスピードは速いようだ。5000万円分の株券の用意ができたら、午後6時に宇佐美春をお前の家の前に立たせておけ。お春ちゃんを？
その後は宇佐美春の携帯電話に連絡を入れるまで次の指示を待って、書き取りに必死なようだ。椿にとってはわけのわからないことばかりだろう。だがじきにわかる。以上だ。午後6時に宇佐美春の姿が見えなかった場合、取引は中止する。待ってください。指示通りに動けば弟は必ず返す。私は誘拐のプロだ。金さえもらえば約束は守る。わかった。最後に飴を与えてやった。身代金の受け渡しには椿を指定するつもりだった。椿をこちらの指示通り動くように仕向けなければならない。通話を切ると俺はゆっくり海辺を歩いた。人気はなく肌寒い。月は頼りない光を放ちながら水面に揺れていた。ここまでは完璧と言えるな。俺はまた頭痛を覚えた。翌朝、いきなり携帯が鳴った。俺は叩き起こされた形になった。椿か。浅井くん、ごめんね、こんな時間に。今何時だ？ 4 時だよ。ごめんね。どうしても相談したいことがあって。まだ太陽も見えていない。昨日は夜中の2時まで外出していたから2時間しか寝ていない計算になるな。どうしたんだ？ひろあきを誘拐した人から連絡があって、5000万円を全部株券に変えて、明日の夕方までに宇佐美さんを家の前に立たせておけって。それで、ちょっと待て。落ち着け。落ち着いて話すんだ。寝起きで頭がガンガンする。5000万円を株券に変えろって。現金じゃないのか。5万株だって。それで、銘柄は？白鳥建設だって。白鳥って白鳥さんのことかな？そうだよ。白鳥の親父さんは学園の理事長だ。しかし、なんで白鳥建設なの？明日の夕方までに宇佐美を家の前に立たせるとか言ったな。株券が用意できたらそうしろって。これまた、なんで宇佐美なんだ？まあそうか。傍から見たらそうか。魔王の目的はそもそも宇佐美だもんな。わからないことばかりだが、お前がこんな時間に連絡してきた理由はわかる。金を工面したいんだろ？そうなんだよ。お父さんは株とかそういうの疎いみたいで、銀行からお金を借りたこともない人だから。そうか。警察には連絡してないんだな。絶対しないよ。悲鳴が上がった。なんだ？何かあったのか？夜の10時くらいにね、宅配が届いたの。嫌な予感がする。中身は何だったんだ？椿は消え入りそうな声で言った。ひろあきの写真と、写真？それと、髪の毛。これって警察に連絡したら次はもっとひどいことをするっていう意味だと思う。椿の言う通りだった。髪の毛でよかった。指とかじゃないからな。俺は指か何かかと思っていた。確かに。だから警察の人は頼れないから、もうどうしたらいいかわかんなくなっちゃって。それで浅井くんに。わかった。金は何とかしてみよう。ありがとう。明日。いや、今日か。今日の夕方までに5万株いるんだな。すると午前中に当日決算で買うしかないな。ただ5万も買えるか？難しそうなの？一つだけ言えるのは、椿の親父さんに用意してもらいたいのは5000万じゃ足りないってことだ。そうだよな。いくら必要なの？今から、白鳥建設の先週末の終値を調べてみるが、売買手数料と消費税を入れたらもっと用意してもらわないとならんかもな。だよね。
お父さんに聞いたんだけど、1000万くらいは貯金あるんだって。へえ。あの大家族を抱えてそんな貯蓄があるなんて、真面目に堅実に働いたんだろうな。すごいな。わかった。じゃあ5000万借りるとしよう。できそう？多分大丈夫だ。昨日の時点で軽く話は通しておいたから。銀行から借りるの？いや、パパの系列の会社から。パパの会社の系列から。いきなり銀行にお願いしても、午前中に5000万も貸してくれるとは思えないよ。まあ、警察の口添えがあれば貸してくれただろうが。じゃあ、もう少ししたら、椿の家に行くよ。親父さんに印鑑と土地の権利書を用意してもらうようお願いしてくれ。さらっと言った。土地？ああ。それってどういうこと？悪いけど、それしかないんだ。土地をどうするの？ 5000 万は大金なんだ。担保なしじゃ貸してもらえない。それってもし私たちがお金を返せなかったらどうなるの？土地はお金を貸してくれた人のものになるから。直後、椿が俺の言葉を遮って言った。出ていくしかないってこと？そうなる。そんな、別の方法はないのかな？不安で仕方がないのだろう。例えば、椿がお金を貸す側だとして、お金を返してくれる保証もない人にお金を貸すかな？それは、その人が信用できそうなら、墓穴を掘ってしまったな。椿なら、たとえ路上生活者にだってお金を貸すそうだ。ごめんね。浅井君を頼っているのに言うこと聞かないで。いや、突然のことでお前もパニクっているんだろう。俺ははっきりと突きつけた。とにかく問題は土地か弟の命かっていうことだ。命は金に換えられないだろう。自分で言ってて歯の浮くようなセリフだった。わかったよ。お父さんに相談してみる。ああ。少なくとも朝7時くらいには連絡してくれ。それ以上遅くなると金の工面が間に合わなくなるかもしれん。いろいろありがとう、浅井くん。いいんだ。少し安心したよ。頼れる人がいるって素敵なことだね。電話の向こうでまた微笑んでいるんだろうな。なんか勇気づけられたよ。それじゃあね。通話が切れた。俺は何も感じない。東区の開発は山王物産に依頼された大事な仕事だ。それだけを考えればいい。しかし株か。詳しい人間に聞いてみるとするか。もしもし、浅井です。こんな時間にすみません。はい。ちょっと相場のことでお伺いしたいことがありまして。白鳥建設の名前を出したとき、相手の反応が変わった。手を出さない方がいいって？はい。上に入ってるんですか？理由はわからないんですか？そうですか。とにかく値が下がり続けていると。となると5万株は案外楽に買えそうだな。その後、株の価が元に戻って売り払えば5000万どころか億単位で金が入るってこと。ありがとうございました。父にもよろしく伝えておきますので。しかし、白鳥建設に何があったのかな？不意に白鳥の顔が思い浮かぶ。あの突っ張った態度。気丈そうに振る舞っていて、誰かに助けを求めているような目。さかね。俺には関係ないな。俺はまた書斎に向かった。結局、椿は俺を頼った。堅くなな親父さんも土地と息子の命と天秤にかけたとき、ついに折れたらしい。俺は午前中から金の工面に奔走した。5000万円はあっさりと借りることができた。
ゴンゾを通して裏事情を話しておいたし、何より担保が申し分なかった。借りた5000万と椿家の貯蓄は、親父さんが朝一で、新設した証券会社の口座に振り込んだ。夕方には注文しておいた5000万株の株券が手元に届くだろう。椿の家に向かう途中、また嫌な頭痛を覚えた。働きすぎなのかと思った。浅井さん、大丈夫ですか？ああ、なんだ。頭痛そうっすけど、もう平気だ。そうっすか？なんかいつもと顔つきが違うような気がしますが。そうか？ええ、まるで悪魔に魂でも売ったみたいな。気のせいっすかね。売ったさ、とっくに。順調にことが運んでいる。身代金ダッシュは必ず成功させる。宇佐美め、邪魔はさせんぞ。それにしても、どうして私なんでしょうかね。午後6時。指定に従って宇佐美は椿の家の前に立った。さあ、俺が聞きたいぐらいだな。宇佐美はキョロキョロと辺りを見回している。どうして浅井さんも私と一緒にいるんですか？いや、構わんだろう。くどいが警察の気配を探るためだ。例えば、異常を察した、隣の家の住人が警察に通報しないとも限らない。宇佐美の相手をするふりをしながら、近くに覆面パトカーと思われる怪しい車や張り込みの刑事がいないかどうかを探っていた。まあいいです。せっかくですし、ちょっと考えませんか？なんだ、俺たちの将来についてか？冗談のつもりだが、宇佐美は一層険しい表情になった。やけに陽気ですね。友達が大変な目に遭っているというのに。だからこそだ。俺たちまで暗くなってどうする？たとえ冗談だとしても、私のことを鬱陶しく思っている浅井さんの冗談にしては、ちょっと違和感ですね。つまんな、面白くなくて。まあいいです。ところで魔王はどうして身代金を現金ではなく株券で要求してきたんだと思います？ちょっと待って、魔王だって？はい。犯人は魔王なのか？おそらく。理由は？犯人は次の指示を私の携帯電話に入れてくると言ったそうじゃないですか。おう。私が携帯を持っていることを知っているのは魔王だけです。魔王が私に携帯電話をよこしたんですから。さすがにバカではないの。俺はさりげなく言った。俺も知っているが？何がです？不意にとぼけたような顔になった。宇佐美が携帯を持ってるって。いや、持ってないって言いませんでしたっけ？セントラル街で貸してくださいって頼んだこともありましたよね。寝ぼけてんのか？その2日後ぐらいにお前は魔王と軽くやり合ったんだろう？話してくれたじゃないか。おい、宇佐美？ああ、そうでしたね。忘れてました。そうか、浅井さんも知ってますね。そうか、そうか。納得したようにうなずいているが、探りを入れるような目だけが異様にギラついていた。まあ、ついでに言うと、さっきからずっと辺りを監視しているんですが、誰も現れませんね。車すら通りません。宇佐美の言いたいことはわかる。やはりなかなか面白い女だな。俺が魔王だとでも？ああ、いえいえ。そんなつもりじゃないんですよ。例えば、こちらが気づけない位置から望遠鏡か何かで探られているとか、そういう可能性もありますからね。おいおい、俺たちはお互いを疑わないっていう協定を結んでいるんじゃなかったのか？ええ、もちろんです。浅井さんは潔白ですよ。
言葉とは裏腹に俺を疑っているようにしか見えないかな。しかし、魔王って学園生じゃないかなとか、ノリで思うことあるんすよね。ええ。まあ、あくまでノリですけどね。根拠が薄いっていう意味か？ええ。誘拐電話も夜にかかってきたそうですし、私と軽くやり合ったのも日曜日でした。はは、本当にノリだな。魔王が例えばサラリーマンだとしても夜や休日は空いてるだろう？ああ、そうか。それもそうっすよね。しかも魔王は金持ちですもんね。こいつ。人を使って街の至るところに落書きを残したり、ひろあきくんを誘拐するにも車を使ったでしょう。さらに言えば、身代金を株券で要求してくるあたり、相場の知識もあるみたいですしね。そんな学園生いるわけないですよね。笑いがこみ上げてる。どうしました？何がおかしいんですか？いやいや、宇佐美は楽しいやつだなぁと思ってな。マジっすか？自分人に褒められるの慣れてないんで、あんまり甘やかさないでもらえますか？改めて叩き潰してやりたくなったな。話を戻さないか？はいはい。身代金を株券で要求してきた件ですね。お前はどうしてだと思う？さあ。隠すなよ。宇佐美なりに気づくところはあるんだろう。お手並み拝見といくか。まず考えられるのは持ち運びが簡単だからでしょう。現金で5000万円だと1万円札が5000万円も必要です。けれど株券ならたったの50枚にしかなりません。株券は一部の例外を除いて1000株単位で取引する。5万株も、1000株単位に分けてしまえば50枚にしかならない。なるほどな。犯人は身代金を奪って逃走したいわけだから、なるべく軽い方がいいんだろうな。しかしですね、軽くしたいだけなら他にいくらでも方法はあるはずなんです。例えば、ダイヤモンドのような貴金属の類に変えさせると。しかもなぜ白鳥建設の株券なんでしょうね。さあな。犯人は相場師で白鳥建設の値が上がるとでも踏んでいるんじゃないか？宇佐美はそこで一息ついた。妙なことはまだあります。たった1日で5000万円を工面させ、さらに夕方には株券に変えさせるというのも、椿一家のような一般家庭にはタイトな要求です。犯人は椿たちが株券を用意できなかったらどうするつもりだったんでしょうね。確かに。できること前提で動いとるもんな。物事がすべて。だって、そうか。浅井のことは知っとるんか。魔王は。あるいは用意できるという確信があったのか。どう思います？さあな。息子の命がかかっていると思えば何だってやると思ったんじゃないか？それでもやっぱ変えられんね。息子の命がかかっとるからっつって、例えば11時59分までの取引をね、12時10分まで引き延ばせってのは無理な話じゃないか？システム上。例えば株だったらね。納得がいかないようだった。警察が関与しているなら、身代金の工面にも便宜を図ってくれたでしょう。しかし、魔王は警察には絶対に連絡しないよう忠告しています。それは警察の介入を喜ぶ既得な誘拐犯なんかっていないだろうさ。浅井さんがいなければお金の用意は無理だったでしょう。かもな。犯人は椿とその人間関係をよく調べていると言える。宇佐美は瞬きを2度3度繰り返し、最後に固く目を閉じた。浅井さん。
これは直感ですがね。目を開けた。私は、この誘拐事件は私に対する挑発なんじゃないかなと思っています。ほう。でなければ、私の携帯電話に次の連絡を入れてくるという理由がわかりません。その通りだ。理由がなければ、今まで通り椿の家に連絡すればいいからな。さて、そろそろ俺は帰るぞ。帰る？すまんが、やることがあるんだ。そうですか。いつ戻られます？ちょっと明日の夜くらいまで用事があるんだ。それはもちろん椿の危機よりも優先されることなんですよね。つい言い方をするな。俺以上俺に何ができる？わかりません。ただ、椿は浅井さんを頼りにしていますよ。ああ、何かあったらすぐに知らせてくれ。はい、真っ先に。宇佐美に背を向けた。宇佐美はずっと家の前で何かを考え込んでいた。さて、次はどう動くか。